今日は串なし焼き鳥を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、串なし焼き鳥を作っていきたいと思います。今回はですね、フライパンでできる焼き鳥レシピを作っていくんですが、串には刺さずにそのまま焼いて手軽に仕上げていきたいと思います。さらに今回は鶏肉以外に長ネギも入れてネギマ風に仕上げていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、長ネギ、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず鶏肉ですね。こちらは1枚で約 300g ほどです。だいたい300から 350g がちょうどいいと思います。こちらは参考にしてみてください。そしてあとはね、長ネギも1本丸々使っていきます。味付けはですね、甘辛味ですね。醤油ベースの甘辛だれに仕上げていきたいと思います。あとはですね、焼く時にごま油を今回使っていきます。こちらはお好みの油で焼いていただいて OK です。ということで、早速作っていきたいと思います。では作っていきます。まずはじめに鶏肉のね、下処理をします。一度ね、このようにしっかり皮を広げましょう。広げたら裏返して、この余分な皮、そして余分な油、あとはこういったね、余分な筋も取り除いていきます。少しね、黄色っぽくなってる油は、こちらは臭みの原因になるので、そちらをね、しっかりめに取り除いていただくのがおすすめです。このように綺麗にお掃除してください。そしたらこちらをね、一口サイズに切っていきます。切るときはまず横にしていただいて、ここにね、ちょうど境目があるの分かりますかね。まずこちらを切り離します。このちょっとつぼまってる方がすねの部分になって、四角い方ですね、こちらがももの部分になります。このように切り分けていただくことで歯切れが良くなって食感も柔らかく感じやすくなります。あとはこちらを一口サイズに切っていきましょう。こちらも同じように切っていきます。このように切ってください。そしたら鶏肉をバットに移してください。そして最初にお砂糖をすり込みます。そうするとですね、お肉がとてもしっとりと柔らかい食感に仕上がります。今回ね、もも肉で作ってますが、こちらは胸肉で作っていただいても大丈夫です。その場合も同じように最初にしっかりね、砂糖をすり込んでください。砂糖がね、いい感じに溶けて馴染んだら、ここにお酒と、あとはお醤油、そしてこちらをしっかり絡めて下味をつけましょう。そして馴染んだらピタッとラップをします。そしてこのまま15分ほど下味をつけてください。ではその間に長ネギを切っておきます。まず根元を切り落としてください。そしてだいたい3、4センチ幅ぐらいで切っていきます。このね、青いところはこの根元の方にこうやってね、土が結構残ってるので、一度ここはしっかり洗ってください。そして切りましょう。長ネギはこれで OK です。そしたら続いてタレもね、合わせておきます。お醤油、みりん、お酒、あとはお砂糖です。これでよく混ぜてください。タレの準備はこれで OK です。はい、こちらね、15分漬け込み終わりました。こんな感じです。そしたらですね、一度軽くね、水分を拭き取ります。鶏肉の準備はこれで OK です。それでは今から焼いていきます。ではフライパンを用意してください。まずここにごま油です。これで火にかけましょう。一度ね、油を全体に回します。そしてこのまま一度フライパンを30秒ほど温めてください。はい、で温めたら鶏肉の皮をこのようにしっかり広げて皮目を下にして置いていきます。皮目からね、焼き始めてください。鶏肉を置き終わったら続いて長ネギもね、周りに置いていきましょう。青いね、この薄い部分は後から入れていきます。そしてまずこのまま焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね、2分ほど焼きました。そしたら裏返しましょう。美味しそうに焼き色がついてますね。裏返したらネギも裏返してください。そしたら控え
弱火にします。これで長ネギのこの柔らかい部分ですね、上の部分も一緒に入れてください。これで蓋をします。そしてこのまま3分蒸し焼きしていきます。はい、3分経ちました。蓋を開けます。今このようにね、ふっくらと焼き上がってます。これでね、長ネギにもね、火がね、通ってきてると思います。そしたら中火にして作っておいたタレを回しかけます。もう一度よく混ぜて、そして回しかけましょう。そして味を絡めていきます。あんまりガシャガシャやるとね、ネギが崩れちゃったりするので、まずはこのままね、絡めてください。鶏肉は一度ね、裏返してください。お肉がねちょっと大きかったりすると、もうちょっとね蒸し焼きした方がいい場合があるので、蒸し焼き時間は様子を見ながらね調整してください。ちょっとタレにねとろみがつくまで煮かけます。ネギも優しくコロッと転がします。あとはちょっと揺すりましょう。全体的にタレに少しとろみがついてきたら混ぜましょう。さっとね混ぜるくらいで大丈夫です。はい、 OK です。火を止めます。このようにしっかりタレも絡んで美味しそうに仕上がりました。はい、これで串なし焼き鳥の完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉はこのように焼き色もついて、そしてしっかりタレも絡んで美味しそうに仕上がってます。ネギもねしっかり火が通ってとても香ばしそうな仕上がりになってます。最後上にねこちら分量外ですが七味を少しかけてます。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまず鶏肉からいただきます。鶏肉はしっとりして、そして味がしっかり染みてすごく美味しいです。ではネギと一緒にいただきます。ネギはすごく香ばしくて、中が少しとろっとしててすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の串なし焼き鳥のポイントです。まず鶏肉なんですが、今回もも肉を使ってます。こちらはお好みで胸肉を使っていただいても大丈夫です。その場合もですね、まず最初に切り終わったらしっかりお砂糖をすり込んで、その後下味をつけるようにしてください。お砂糖には保水効果があるので、最初にすり込んでいただくことでお肉がとてもしっとりとした状態に仕上がります。こちらをですね、醤油も一緒に入れてしまうとお砂糖が中に浸透していかないので注意してください。そしてその後は15分ほど下味をつけてください。そしてあとは焼くだけなんですけれども、焼くときはですね、鶏の皮をしっかり広げて、そして皮目を下にして焼き始めるようにしてください。そしてその時に長ネギの白い部分ですね、そちらも周りに置いて一緒に焼き始めてください。そして焼き色がついたら裏返して、長ネギも裏返して、あとは蒸し焼きで仕上げてください。蒸し焼きにすることでふっくらとした仕上がりになります。この火の通り具合はね、お肉の厚みだったり大きさによって適正なね、焼き時間が変わると思いますので、こちらの焼き時間は様子を見ながら調整してください。そしてあとはですね、作っておいたタレを回しかけて、そして煮絡めてください。最後ですね、あんまりガシャガシャやると長ネギのね、中の部分が取れちゃったりしてしまいますので、最初はね、軽く裏返して、その後はちょっと煮詰めてから絡めるようにしてください。あとはお好みで七味唐辛子などをかけて召し上がっていただくのもおすすめです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は串なし焼き鳥を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。